どうも、マシコユです。今回はメカニカルバストニューガンダム、このキットを全塗装で仕上げていきます。今更かと思う方もいるかと思いますが、メカニカルバストのサザビーが発売されるため、今作らないともう作る機会がない、一緒に並べたいと思い制作を始めました。内部メカとクリア外装をまずはサクッと組み立てました。この内部メカのディテールがとてもいいですね。パーツ処理のために一度分解をしていると、この部分が別パーツになっていることに気づきました。マイナスドライバーで外そうと試してみましたが、パーツに傷がつきそうで、この方法は断念。なので、軸がはまっているところをめがけて、裏側から穴を開けて押し出す作戦に変更。すんなり外すことができました。クリアパーツじゃなかったら別パーツだと気づかなかったと思います。これでこのパーツの塗り分けが楽になりました。クリア外装はこのままだと表面の状態が分かりにくいので、一度サフを吹いておきます。ディテールとパーツ表面の状態を確認するのが目的なので、軽く色がつく程度に。サフを吹いたら表面の傷やゲート跡、バリなどを確認。ここにゲート跡を発見しました。サフを吹いたことでクリアの状態では分かりにくかったゲート跡などが確認しやすくなりました。筋彫りの彫り直しも進めていきます。結構モールドが浅い箇所が多いので、そこはしっかり彫り直します。突然ですが、今後のメカニカルバストのラインナップとして、皆さんは次は何が出てほしいですか？また何が出ると思いますか？皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。私の予想としては、エアリアルのパーメット6は空張りとして出るんじゃないかなと思ってます。あとは G ガンダムも新作が控えているので、ゴッドガンダムも出してきそうだな。他にも胴体の発光ギミックを活用するならユニコーン、ウィング、エイジあたりも出してきそうだな。なんて妄想が膨らんでしまいます。サザビーみたいにガンダムタイプ以外もどんどん出してほしいですね。これからの展開も楽しみです。雑談もほどほどに、内部メカにもゲート跡やパーティングラインががっつりあるので、目立つ箇所は処理しておきます。さて、パーツの処理も完了したので、本塗装をしていきます。まずは下地としてエアクラフトグレーを使用。グレーサフよりも明るくて白よりも隠蔽力が高いので、この色にしてみました。まあ結果的にグレーサフでも変わりなかったかもしれません。白にはグランプリホワイト、赤いパーツや黄色いパーツの下地としても塗っておきます。黄色のパーツにはオレンジイエローを使用。ニューガンダムの黄色はオレンジ寄りのイメージなので、この色がちょうどいいかなと思いました。黄色系は隠蔽力が低いので、3回ほど重ね塗りをして発色させました。赤は普通のレッド。赤もオレンジイエローと同じように綺麗に発色するまで3回ほど重ね塗り。黒いパーツにはミッドナイトブルーを使用。普通の黒を使うよりも他の色との調和が取れるような気がしています。アンテナやホワイトにしたい部分にはマスキングをしておいたので、一緒に塗っていきます。表面がある程度乾燥したらマステを剥がしておきます。完全乾燥する前に剥がした方が境界線がギザギザになりにくいです。今回のマスキングは特に大きなミスもなく塗り分けができました。内部メカは黒鉄色とシルバーでベース色を塗って、細かいところは後で筆塗り部分塗装します。シリンダーのパーツはシルバーの上からクリアレッドを塗ってキャンディ塗装。塗装と乾燥を何度か繰り返しました。さらに一部にゴールドを使い情報量を増やします。バルカンは解体衝起を参考にゴールドにしておきました。これで
エアブラシでの塗装が完了しました。1日乾燥を待って部分塗装をしていきます。エナメル塗料のジャーマングレーは私のお気に入りの万能カラーです。パーツ裏や塗り分ける色に困った時によく使っています。次はフォーアーティストマーカーのゴールドとブロンズを使ってさらに色を追加していきます。かなり細かい金属粒子のインクなのでメッキのような色味になります。しかも水性塗料の上から塗っても下地を犯さず、はみ出しもエナメル溶剤で修正できます。ここの塗り分けだけでもメカ感がかなりアップしました。このシリンダーの部分はクロームシルバーを塗ってみましたが、あまり良くないですね。なのでラピーテープを貼ってメッキ感のある感じにしました。メカニカルバストは複数のメタリックで塗り分けをすると一気に見栄えがします。全塗装しないでも部分的に色を入れてみるのもおすすめです。カメラアイや頭部センサーは発光ギミックを切り捨てて塗ってしまいます。発光ギミックを残したままだと光らせない時は真っ暗になってしまい好みではないので、部分塗装が完了したら次は墨入れをしていきます。墨入れ塗料のグレーを使っています。最後にデカールを貼っていきます。デカールを貼る位置は MG や解体正規を参考にしてあまりうるさくならない程度に貼っておきました。この後外装パッツを艶消しでコートします。乾燥待ちの間に内部メカを組み立てておきました。このディテールの密度感がメカ好きにはたまらないです。コートした外装が乾燥したので最終組み立てをしていきます。動画に撮り忘れてしまいましたが、艶消しを吹くとメタリック感がなくなってしまうので、メタリックで塗り分けた外装は艶消し後に再度塗っておきました。艶消し後に塗り分けをするとはみ出した時の修正がにじんでしまうので、はみ出さないようかなり集中して作業をしました。このバルカンのパーツは小さすぎて先に切っておくとなくす自信しかなかったです。なので組み立て後に見えなくなる1箇所だけランナーにつなげておきました。頭だけでもかっこいい。胴体と組み合わせてメカニカルバスとニューガンダムの完成です。このサイズ感とディテールは本当に素晴らしいです。パーツ数もそこまで多くなく、全塗装もそこまで手間がかからないのもポイントが高いです。それでいて完成した時の満足感もあるので、皆さんもぜひ一度挑戦してみてください。メカニカルバストの今後のラインナップがとても楽しみです。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。